私は毎日学校へ行くために自転車を使っていました。朝、自転車に乗って駅まで行き、駅から電車で学校へ通っていました。自転車は私にとってとても大切な乗り物でした。駅まで行くときも、スーパーへ行くときも、友達の家へ行くときも、私はいつも自転車に乗っていました。ある日、私はいつもと同じように駅の前に自転車を止めました。私は自転車に鍵をかけて安心して電車に乗りました。その日は学校の授業が長く、帰りが少し遅くなりました。駅に戻った時、私はすぐに自転車を探しました。しかし、自転車はどこにもありませんでした。私は周りを何度も見ましたが、見つけることができませんでした。私はとても驚きました。自転車がなくなったことが信じられませんでした。私は駅の係員に聞きましたが、何も知らないと言われました。それから私はすぐに近くの交番へ行きました。交番で警察官の方に事情を説明しました。警察官の方は私の話を聞きながらメモを取りました。自転車の色、形、大きさ、特徴などを詳しく聞かれました。私はわかることをすべて話しました。警察官の方は、もし見つかったら連絡しますと言ってくれました。私は少し安心しましたが、それでも自転車がないことが悲しかったです。家まで歩いて帰らなければなりませんでした。とても疲れました。次の日から私の生活はとても不便になりました。今まで自転車で10分しかかからなかった道を30分も歩かなければなりませんでした。朝はもっと早く起きて家を出る必要がありました。夜も帰り道が長くなり、とても疲れてしまいました。学校での勉強も少し大変に感じました。買い物に行くのも時間がかかりました。スーパーまで歩いて20分かかりました。前はたくさん買い物をしても自転車のカゴに入れればよかったです。今は全部自分で持って歩かなければなりませんでした。荷物が重いときは何度も休みながら帰りました。
雨の日はさらに大変でした。傘を差して荷物を持ち、濡れないように注意しながら歩きました。私は毎日警察からの連絡を待っていました。家にいるときも学校にいるときも電話が鳴るたびにドキドキしました。しかし、1週間経っても2週間経っても警察からの連絡はありませんでした。私はだんだん自転車が見つからないかもしれないと思うようになりました。とても悲しかったです。それで私は新しい自転車を買うことを考え始めました。しかし、新しい自転車は高いので、すぐには買うことができませんでした。私はアルバイトで少しずつお金を貯めていましたが、そのお金は別の目的にも使いたかったので迷いました。私は友達に相談しました。友達は中古の自転車なら安いよと教えてくれました。私は中古の自転車を売っているお店を探していくつか見に行きました。お店にはいろいろな種類の中古自転車がありました。私はその中から自分に合った自転車を選びました。値段も安く、きれいな自転車でした。私はその自転車を買うことに決めました。店の人はとても親切で自転車の整備もきちんとしてくれました。私は新しい自転車に乗ってまた楽な生活に戻ることができました。朝は早く起きる必要がなくなり、買い物も楽になりました。友達の家へ行くのも簡単になりました。しかし、今度はもっと気をつけることにしました。私は新しい自転車に鍵を2つつけました。一つは普通の鍵、もう一つは太くて丈夫なチェーンの鍵でした。自転車を止めるときは必ず2つの鍵を使いました。もう二度と自転車を盗まれたくなかったからです。今回の経験から私は大切なものを守ることの大切さを学びました。便利なものがなくなると生活がどれだけ大変になるかよくわかりました。私はこれからも物を大切にしてしっかり注意して生活したいと思います。そして、もし何か問題が起きたら、すぐに行動することも大切だと感じました。これからの生活では、もっと周りに注意して、自分のものを大切に守っていきたいです。
私は毎日学校へ行くために自転車を使っていました。朝、自転車に乗って駅まで行き、駅から電車で学校へ通っていました。自転車は私にとってとても大切な乗り物でした。駅まで行くときも、スーパーへ行くときも、友達の家へ行くときも、私はいつも自転車に乗っていました。ある日、私はいつもと同じように駅の前に自転車を止めました。私は自転車に鍵をかけて安心して電車に乗りました。その日は学校の授業が長く、帰りが少し遅くなりました。駅に戻った時、私はすぐに自転車を探しました。しかし、自転車はどこにもありませんでした。私は周りを何度も見ましたが、見つけることができませんでした。私はとても驚きました。自転車がなくなったことが信じられませんでした。私は駅の係員に聞きましたが、何も知らないと言われました。それから私はすぐに近くの交番へ行きました。交番で警察官の方に事情を説明しました。警察官の方は私の話を聞きながらメモを取りました。自転車の色、形、大きさ、特徴などを詳しく聞かれました。私はわかることをすべて話しました。警察官の方は、もし見つかったら連絡しますと言ってくれました。私は少し安心しましたが、それでも自転車がないことが悲しかったです。家まで歩いて帰らなければなりませんでした。とても疲れました。次の日から私の生活はとても不便になりました。今まで自転車で10分しかかからなかった道を30分も歩かなければなりませんでした。朝はもっと早く起きて家を出る必要がありました。夜も帰り道が長くなり、とても疲れてしまいました。学校での勉強も少し大変に感じました。買い物に行くのも時間がかかりました。スーパーまで歩いて20分かかりました。前はたくさん買い物をしても自転車のカゴに入れればよかったです。今は全部自分で持って歩かなければなりませんでした。荷物が重いときは何度も休みながら帰りました。
雨の日はさらに大変でした。傘を差して荷物を持ち、濡れないように注意しながら歩きました。私は毎日警察からの連絡を待っていました。家にいるときも学校にいるときも電話が鳴るたびにドキドキしました。しかし、1週間経っても2週間経っても警察からの連絡はありませんでした。私はだんだん自転車が見つからないかもしれないと思うようになりました。とても悲しかったです。それで私は新しい自転車を買うことを考え始めました。しかし、新しい自転車は高いので、すぐには買うことができませんでした。私はアルバイトで少しずつお金を貯めていましたが、そのお金は別の目的にも使いたかったので迷いました。私は友達に相談しました。友達は中古の自転車なら安いよと教えてくれました。私は中古の自転車を売っているお店を探していくつか見に行きました。お店にはいろいろな種類の中古自転車がありました。私はその中から自分に合った自転車を選びました。値段も安く、綺麗な自転車でした。私はその自転車を買うことに決めました。店の人はとても親切で自転車の整備もきちんとしてくれました。私は新しい自転車に乗ってまた楽な生活に戻ることができました。朝は早く起きる必要がなくなり、買い物も楽になりました。友達の家へ行くのも簡単になりました。しかし、今度はもっと気をつけることにしました。私は新しい自転車に鍵を2つつけました。一つは普通の鍵、もう一つは太くて丈夫なチェーンの鍵でした。自転車を止めるときは必ず2つの鍵を使いました。もう二度と自転車を盗まれたくなかったからです。今回の経験から私は大切なものを守ることの大切さを学びました。便利なものがなくなると生活がどれだけ大変になるかよくわかりました。私はこれからも物を大切にしてしっかり注意して生活したいと思います。そして、もし何か問題が起きたら、すぐに行動することも大切だと感じました。これからの生活では、もっと周りに注意して、自分のものを大切に守っていきたいです。